こんにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やるのは話をしている人の気持ちの表現の仕方のうちの一つ、お願い表現をやります。今日は手形を使いますので、手形まだ見てないよという方は文法の17回目の手形の作り方を確認しておいてください。では行きます。今日やる表現は3種類。まず1つ目。何々て、何々てくれ、何々てください。例えば、早く帰ってきて。例えば、奥さんが旦那さんに、今日用事があるから、仕事が終わったら早く帰ってきて。という言い方。これは女の人が使う言い方になります。これに、くれ、早く帰ってきてくれとなったら男の人の言い方になります。何々て、何々てくれというのは家族の間、本当に親しい人の間で使います。あとは会社で上司の人がこれコピーしといてくれということがあります。なので家庭の中で、家族の中で使うか、あとは会社の中で上の人が下の人に対して使う言葉になります。この手くださいというのは日本語学校行っている方はよく聞くと思います。はい、皆さん見てください。見てください。聞いてください。読んでください。よく使われます。見てください。聞いてください。というのは、優しい命令と言われます。命令というのは、何々しなさい。片付けなさい。片付けなさい。もう寝なさい。早く学校へ行きなさい。親がよく子供に使う一方的なお願いになります。それを少し優しくしたのが、優しい命令。見てください。聞いてください。でも、そうしないといけませんよ。してほしい行動は命令と同じになります。言い方が優しいという話です。あとは、寒いから窓を閉めてください。閉めてください。これは、寒いのは私。寒い。私今日寒いんです。窓を閉めてください。自分が寒いので、自分のために窓を閉めてもらうので、自分のため。自分のためのためのお願い。それともう一つ。食べてください。どうぞ熱いうちに食べてください。これは食べるものは熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たいうちに食べた方が美味しいですよね。なので、どうぞ熱いうちに食べてくださいという相手を思って、相手が美味しく食べれることを思って言っているお願いの言葉になります。相手のため。相手のためのお願い。この
手くれと手くださいというのは直接的な言い方になります。手くれというのは少し強い言い方。命令ではないけど、ほぼ命令に近い言い方になります。なので、家族とか、本当に親しい友達とかの間で使います。手くださいというのは、それよりも少し柔らかい、少し優しいお願いの仕方になります。これは家で使う。家の中で使うと覚えてください。家の中で使う。これは、使う場所を考えて使い分けをします。例えば、このお金では、自動販売機でジュース1本買うことができません。これをもっと小さなお金に両替しなければいけません。これを両替してもらうとき、銀行でこれを両替してくださいというのは OK です。ただ、お店屋さん、普通のお店屋さんとか売店、駅の売店、コンビニなどでお店のものを使いたくて、例えばコピー機とか、お店の前にある自動販売機でジュースを買いたいので、これを両替してほしいとき、その時は、これを両替してもらえますかと疑問文で聞きます。このくださいよりも、こっちの方が丁寧な言い方になります。なので、銀行ではくださいでも大丈夫です。でも、お店屋さんとか、両替を専門にしていない、お金の扱いを専門にしていないお店屋さんでは、してもらえますかと聞いてください。これが2つ目のお願いの仕方。これと同じ使い方ができるものが他にもあります。何々ってくれますか？もらえますかの他に、くれますか？で、くださいますか？で、いただけますか？という4つの言い方があります。これはどれも同じ場面で使えます。この中でも、で、いただけますかいうのが一番丁寧な言い方になります。なので、初めて会った人とか、あまり親しくない人、それから自分の上司、年上の人などには、この4つの言い方を使うことができます。これよりももう少し丁寧な言い方があります。この文を否定の疑問文で言うと、もう少し丁寧な言い方になります。例えば、もらえませんか？これはすべて、ませんかで、否定の疑問文になります。これよりもさらに丁寧な言い方になります。この言い方は会社の上司に何かお願いするとき、あとは初めて会った人に何かお願いするときなどに使います。こっちも使えます。こっちも会社の上司とか同僚、それから初めて会った人にも使えます。あとはまだ親しくないお友達になったばかりの人とかにも使えます。これはもっと親しい人、仲のいい友達、あとは会社の部下、自分よりも下の部下と
かに使います。これは完全に家と部下にしか使えません。この使い分けはすごく大切なので、使い分けを覚えてください。例えば、会社で明日休みたいとき、明日どうしても用事があって休みたいとき、上司にこれは使えません。明日休ませてくれと言ったら上司に怒られます。なので、明日は休ませていただけませんか？こっちを使います。例えば、とっても親しい友達に何かしてほしいとき、これは使いません。ペンを貸していただけませんか？という言い方はしません。これを使います。ペンを貸してください。それか、貸してもらえますか？という言い方をします。これを使ってしまうと友達は、あれ？何か怒ってるのかな？と感じます。日本人は怒っているときは少し言葉が丁寧になります。なので、距離が近い人との間では丁寧な言葉を使っていると怒っているように聞こえます。距離が遠い人、心の距離が遠い人、あまり仲の良くない人にこれを使うと怒ってると思われます。ここを間違えるとトラブルになったり、友達関係難しくなっていきます。なので、丁寧な言葉だけを使えばいいという考え方は後で困ることになるので、誰にどの言葉を使うのかというのが一番問題になります。この4つの他にもう一つのお願い方法があります。これの4つとはまたちょっと違う。行動してほしくないとき、行動しないでほしいときにお願いする表現の仕方になります。これは行動してほしくないとき。例えば、よく芝生に入らないでください。入らないでください。この芝生に入ってほしくないときは、芝生に入らないでください。ペンキが塗りたてのところ、塗った後のところは、座らないでください。座らないでください。これも上から順番に。例えば、勉強してるとき、お母さんがしょっちゅう見に来る。勉強の邪魔をしないで。勉強の邪魔をしないでくれ。ないで。これもこれと同じように家の中とか会社の部下に使います。ないでくださいませんかというのは初めて会った人などにあまり親しくない人に使います。よく使われる言葉で聞いてください。来てください。切ってください。これをよく間違える方がいらっしゃいます。聞いて、来ては来て、切って、ハサミで切るの切る。聞いては聞くの聞いて。来ては来るの手形。切っては切るの手形。これを間違えちゃうと、行動が全く別なものになりますよね。聞いては、3つの音があります。聞いてと3つです。来ては、来て。切っては3つになります。切って。ここ一つ忘れないように音一つ入れてください。切って。ちっちゃいつも一つの音です。切って声には出てないけど一つの音分忘れないでください。練習してくださいね。自分が言えるようになれば
と聞き分けることもできます。なので、自分がまず声に出して練習してください。聞いて、聞いて、切っ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 て、3つです。これは忘れないでください。じゃあ、今日は手形の使い方の一つ、お願いの方法をやりました。じゃあ、今日はここまで。またね。